皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。この話題を取り上げるときに私は同じような言葉で説明を始めます。それは地上波のテレビ放送では詳しいことを報道してくれなくなってしまったということです。この言葉にはもう一つ説明が必要で、衛星放送のテレビ番組においては、ウクライナ情勢について1時間ぐらい詳しく取り上げてくれる番組もあったのです。ところが、ここ最近はそれすらもなくなりつつあるということで、戦争の日常化がどれだけ恐ろしいかを示しています。世界のどこかで軍事力を用いて他国に侵略し、国際法をどれだけ破っても世界がそれに関心を示さないというのであれば、他の国が同様のことを行ったとしても同じような展開になってしまうでしょう。それは国の成り立ちとして戦争ではなく経済活動をもって成り立たせていこうとする日本の基本方針とは全く相入れないものです。だからこそウクライナ情勢についての関心を維持しつつ、当事国のロシアとウクライナがどのように動き、そして他の国はどう動くのか、そして日本はどう反応するのか、そういった今と未来へつながる知識をぜひともインプットしていってください。それではウクライナ情勢について地図を使いながら解説していきます。使用する地図は戦争研究所の発表しているものを引用し、これに必要な文字などを私が書き加えています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、そして水色で示している部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。まず最初に全体の戦況から説明します。現在ウクライナ軍はロシア領クルスクへと軍を進め優勢に戦いを展開しています。一方においてウクライナ東部戦線においては逆にウクライナ軍が苦戦しています。東部戦線におけるロシア軍の攻勢弱まるかと思われましたが、現在のところほとんど変化がないと報告されています。この原因として言われているのが、東部戦線からクルスクへと援軍が向かったのですが、その規模が小さいことから大きな変化にならなかったのだと言われています。そしてそれは逆にクルスクにおける戦いでウクライナ軍が優勢であり続ける理由でもあります。続いて、ロシアの軍事経済を支える資金源である戦略資源、ロストフにある石油備蓄基地への攻撃、その成果として石油貯蔵庫の大炎上が続いています。石油備蓄基地の攻撃される前の状態、多くのタンクが並んでいます。ウクライナ軍ドローンの攻撃によって1機のタンクが爆発炎上しました。それ以後においてロシア側の消防による火を抑えようとする活動は続いたのですが、その後もさらに延焼し続けています。現在タンク74機のうち22機が炎上、高温で炙られた隣接のタンク炎上していなくても損壊の可能性は非常に高いです。報道では全タンク破損した場合は損害額は中身を含めれば2億ドル、日本円で約300億円の損害になるだろうと報じています。なお、この件については動画で立て続けにお伝えしているので、動画へのコメントの中でちょっと勘違いされている方もおられました。消防局が火を抑えようとしているのですが、別に水をかけているわけではありません。現地の映像からも泡の消火剤を用いて鎮火しようとしている消防士の姿が撮影されています。こうした特殊火災については水以外のものを使うというのが常識で、その常識にかなった行動はしています。問題はそうした正規の手段を踏んだとしても抑えきれないほどの大爆発と火災が続いているのです。そのため、燃えるものがなくなるまで少し待たなくてはならないかも、そういった絶望的な声も地元ニュース記事からは伝わってきています。攻撃に用いられたウクライナ軍の飛行機型ドローンは、費用について公表されているわけではありませんが、推定で1000万から2000万のその間ぐらいのものだろうと言われています。ですから攻撃の費用対効果としてウクライナ軍はかなり大きな戦果を上げたと言えるのです。そしてロストフの石油備蓄基地への攻撃が数日前の出来事ですから、次の標的に対する攻撃も実施されています。その一つがモスクワ周辺の空軍基地に対する攻撃、それとはるか2000キロ北へ向かったムルマンスクというところにある空軍基地、こちらには戦略爆撃機が配置されており、これにウクライナ軍のドローン攻撃が到達したという報道が出ています。まずモスクワ周辺の空軍基地に対する攻撃では、プーチン政権からかなり強い非難の声がウクライナ側に向けられているそうです。首都モスクワに近いということで、プーチン大統領はかなり神経質なようですが、しかし軍基地に対する攻撃であれば、これは正当なものだと言えます。またさらに言えば、ロシア軍はウクライナの首都キーウに対しては集合住宅に対する攻撃など、
般市民に対する攻撃も何度となく繰り返してきたことから、自分のことは棚に上げて相手を非難するというのは見苦しいとしか言いようがありません。一方、ムルマンスクへと向かったこの飛行機型ドローンなのですが、攻撃が成功したかどうかは不明です。ロシア側から公表されている動画においては、基地上空に到達したウクライナ軍ドローンの姿が撮影され、それが銃撃によって撃墜された場面が公開されました。おそらくドローンが出発した時は夜なのでしょうが、到達した時にはもうこのように明るくなって、地上の兵士からも目視しながらの銃撃ができた可能性が出ています。残念ながらウクライナ軍のドローンはまだまだ開発途上であり、速度と搭載できる爆薬量には開発する余地が残っています。ただし、こうしたドローンによる攻撃はこれまで塵も積もればといった感じで繰り返されてきました。その効果として現れている話を一つご紹介します。今回全体の戦況としてクルスク州における戦いではウクライナが優勢だという話をしました。そしてこれに対する援軍、東部戦線から引き抜かれた兵士の数が少ないという話も同時に行いました。じゃあ一体どこからクルスク州に対する援軍を引っ張ってくるのか。ロシア側では新たな兵士を国内で融通することを決定したそうです。その中には、ウクライナ軍に破壊された戦闘機などの整備士などについて、これらを攻撃部隊、一般兵士として部隊に組み込むということを決定したそうです。ロシアの工業生産力からすると、戦闘機を次々と作って補充するといったことができません。ですから、ウクライナ軍が撃墜したり、もしくは基地にいるところをドローンで攻撃するなどして、失ってしまった戦闘機類については、補充される見込みがありません。そのため、空軍基地などで余剰の整備員が発生しているようなのです。これらの人たちは専門技能を持った人たちなので、一般の兵士へと転換するのは非常に危険なことです。何しろ、時間はかかるといっても戦闘機はいずれは作って補充できるものなので、整備士は本来であれば前線送りなどにはしてはいけない人たちなのです。しかし、東部戦線での攻勢を維持するために、これら専門職の人たちを一般兵士にするというのは、私は間違った判断だと思います。続いて、クルスクの戦いについて、ウクライナ軍の占領地は現在もなおじわりじわりと拡大しています。初期の頃に比べれば、その進展スピードは落ちています。しかし、対応しているロシア軍の圧力が強まっている様子はまだあまり感じません。少なくとも集まっているロシア軍が強力であれば、そもそも制圧地域を拡大することも困難なはずです。そして、クルスクの戦いにおける大戦果がこの先見込めるという話をしておきましょう。前回の動画において、セーム川にかかっている橋3つについて全て破壊し、さらには浮き橋についてもこれを撃破したという話をしました。その解説を行った時点においては、わずかながらもセーム川を回避する形でロシア軍が脱出するといったことも可能でした。しかし、更新されたウクライナ軍の制圧地域を見ると、いよいよもってセーム川を越えなければ脱出することも困難な状況にロシア軍が追い詰められています。セーム川の南における面積は700平方キロ。これは東京都23区よりちょっと広いぐらいです。この地域を担当していたロシア軍の守備隊、人数としては当初700から1000人程度だと伝えられていましたが、その後増援も入ったのか、一旅団3000人程度まで増強されていたそうです。しかし、兵士が3000人程度まで増えたところで、退路となる橋が全て落とされたということで、これらの兵士たちに全滅の危機が迫っています。ただし、黙って全滅を受け入れるわけではありません。ロシア軍は浮き橋などを使うことによって臨時の補給路と援軍を送り込むための仮設橋を作っています。仮設橋を作ったところでは衛星写真からもバレますが、バレていない間に物資をどれだけ運び込むか、また増援を送り込むかといったこともロシア軍は試みています。ウクライナ側はそのようなロシア軍のあがきを許さず、発見次第これを攻撃しています。用いられている兵器は今のところ、ハイマースから放たれるクラスター弾頭もしくは空中炸裂型の攻撃のようです。浮き橋を使った補給路の確率は、この後も今回のような作ると壊すの連続的な攻防に発展すると見られます。このような状況に関して、セーム川の南を急いで攻略する必要はありません。物資の補給が滞るかもしくは断続的になるだけでもロシア軍の戦闘能力は徐々に落ちていきます。そうなれば当然兵士の士気も下がっていくこととなり、焦ってこれを力攻めすれば必死になったロシア軍の抵抗がかえってウクライナ軍に大きなしっぺ返しを食らわすかもしれないのです。セーム川の南における戦いは
ロシア軍にとって絶対的な不利な状況になっていますから、これをじわりと締め付けていくだけでも、この地域を制圧することはさほど難しくはないでしょう。これは戦う前の準備段階において作戦勝ちな面があります。こうしたロシア兵の士気低下に伴う配置場所からの逃走や、もしくは部隊での降伏といったものが発生することによって全く傷ついていない防御陣地をウクライナ軍は占領しています。ロシア軍はウクライナ側からの攻撃を一応は警戒していたらしく、攻撃に頼るような地下施設を作っていたようです。ただし、これらの塹壕陣地を守る兵士たちに守る意思がないというのであれば、当然のように使い物にならないわけです。今後接収されたこうした防御陣地を、今度はウクライナ軍が守るために使う場面もあり得ます。現在の戦況をもしもものすごく短い言葉で端的に表現するとするならば、肉を切らせて骨を断つ作戦が実施されているといった表現をすることができます。ウクライナの東部戦線においては、ロシア軍がじわりじわりと前進しているので、これはウクライナにとって身を切られる思いです。苦戦しているのだから、多くの戦力を援軍として送り込んで、全体を安定化させるといった選択肢があったはずです。しかし、そうではなくてクルスク州に部隊を派遣したというのは、これはロシア側にも身をそがれる思いを体験してもらうための一手だったわけです。そしてそれは、両方ともに身をそがれるだけではなく、ロシアにとっては骨を断つ、そのような効果も狙った可能性があると私は思っています。なぜならば、たとえウクライナの東部戦線においてこれを安定化させることができたとしても、ロシア国民は別に何とも思わなかったでしょう。なぜならば、これまで続いていたことの延長線の出来事でしかなく、何の変化ももたらしていないからです。ところが、クルスク州にウクライナ軍が入ることによって、ロシア本国が攻撃されているといった大きな出来事として、国民に問いかけが発生したわけです。このまま戦争が続くことに賛成し続けるかどうか。少なくともプーチン大統領の締め付けは、ロシア国内にはかなり効いていて、多くの国民は自分と関係ないんだったら、まあやればいいじゃないのみたいな賛成の仕方をしていたわけです。しかし、ウクライナ軍がクルスクに入ることによって、より身近な出来事としてようやく戦争を認識し始めているわけです。これにもう一歩後押しをしようとしているのがセーヌ川南におけるロシア軍の孤立です。援軍を送り込むことも物資の補給をすることも安定的な橋がなければこれから苦しむこととなります。そのような状態が続けばロシア側の方から値を上げて撤退するかもしれませんし、雪崩を打ってロシア兵が降伏するようなことが続けばさらに多くの集落などがウクライナに制圧されることとなり、大きなインパクトをロシア国民にも与えることとなります。軍事的な価値以上に政治的な意図を持ってクルスクの戦いは行われている可能性があるわけです。ただしこのような政治的な波紋については実際の戦況の推移次第でその影響力は上がったり下がったりするものです。だからこそこれからもウクライナ情勢を見続けていく必要があるでしょう。さて、このように戦争が日常化してしまった今なわけですが、これは多くの国々に影響を与えています。日本も例外ではありません。続いて日本の安全保障に大きく影響を与える予算についてのニュースを見ていきます。防衛費過去最大8兆5000億円要求へ、長射程ミサイル取得、宇宙作戦団新設。防衛省は令和7年度予算の概算要求で過去最大の8兆4989億円を計上する方針を固めた。反撃能力に使用する長射程ミサイルの保有を推進。国産の12式地対艦誘導弾の射程を伸ばす能力向上型や潜水艦発射型誘導弾の量産に着手する。航空自衛隊が航空宇宙自衛隊に改称するのを見据え、監視や対処を担う宇宙作戦団仮称を新設する。左が主な予算の使い道。政府は令和4年12月に閣議決定した国家安全保障戦略など安保3文書で防衛力を抜本的に強化するため、9年度までの5年間で計43兆円程度の予算規模を確保する方針を掲げた。6年度当初予算は7兆9500億円だった。能力向上型の12式地対艦誘導弾艦艇発射型の取得に170億円、潜水艦発射型誘導弾の取得に30億円をそれぞれ計上する。ミサイルの探知や追尾能力を向上させるため、複数の小型衛星で目標を捕捉する衛星コンステレーションの整備費3232億円を初めて盛り込む。進行してきた敵の車両などを撃破する小型攻撃用無人機、ドローンの取得に30億円をつける。
イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機に搭載する次期中距離空対空誘導弾の日本での開発に59億円を計上する。情報戦への対応能力を強化するため、海上自衛隊に情報作戦集団を新たに設けるほか、護衛艦隊や掃海海軍など水上艦艇部隊を一元的に指揮監督する水上艦隊も新設する。海自護衛艦出雲がドローンで撮影された問題を踏まえ、基地警備強化のための新機材導入に84億円をつける。継戦能力向上のため、弾薬の確保に約6502億円を要求する。日本の自衛隊はここ20年間ほどずっと5兆円規模、いわゆる GDP 比 1% 枠といったものに準ずるような形で予算が組まれてきました。この間中国はずっと軍拡を続けてきたので、その軍事力の差には大きな問題が発生し、だからこそ日本の周辺安全環境は悪化し続けていることが指摘されています。にもかかわらず現実には防衛費は微動だにしてきませんでした。そこに戦争が現実のものとして起こりうるんだといったことを見せつけたのがロシアによるウクライナ侵略だったわけです。さらに国連の常任理事国が自ら侵略者になったことによって国連軍の創立も当然のように不可能な状態です。しかも核兵器保有国ですから、そう簡単に他の国々が参戦することも不可能な状態だと言えます。これに伴ってロシアとウクライナという国家間の大規模戦闘がしかも長期的に行われるといった現実を私たちは目にしています。日本の自衛隊は残念ながらこうした長期間の総力戦といったものを想定した軍隊ではありません。何しろ長い間装備を整えるだけでも精一杯のような防衛予算でやりくりしてきました。経済全体の成長が非常に低成長な中で GDP 比 1% 枠といったものにこだわり続けてきたからです。防衛予算5兆円、その中においても4割程度は常に人件費としてかかるわけなので、残ったお金の中で高度化して高価格になった装備なども揃えなければならないし、建物だってどんどん古くなっていくのに建て直すのに予算のやりくりに苦労するなんていったことから自衛隊の端々に歪みは生まれ続けてきたわけです。ロシアによるウクライナ侵略によってようやくその状況についても変化が訪れました。岸田政権では GDP 比 2% を目指した防衛予算の上積みといったものを開始したのです。ただし、その試みについては全てがうまくいっているわけではありません。何しろ予算は組んだんだけれども実行できなかったものも多発したと言われています。これは書類を揃えるだけでも大変なのに、その人員について増加されていなかったがために、事務作業量的に追いつかず、予算の執行が間に合わなかったものもあったというのです。とはいえ、問題はありつつも、予算がついただけでも状況としては大きく改善へと向かっています。そのことは絶対評価すべきです。例えば安倍政権時代においては、安倍元総理は間違いなく安全保障環境についての問題点を挙げ、そしてその解決に向けて努力することを常々語っていました。だからこそ日本の安全保障環境について憂えている人たちは安倍元総理にかなりの期待をしていたわけです。ところが実際には予算はなかなか上がらず、それゆえに苦しい台所事情といったものが自衛隊では続いていたわけです。逆に岸田総理はそれほど安全保障問題について積極的な発言をしてこなかったことから、防衛関連の話題で大きく期待されることはなかったわけです。ところが実際には様々な政策を実施に踏み切りました。少なくとも長射程のミサイル開発を行うことなどにゴーサインを出しましたし、日本の防衛産業が作ったものを海外へと輸出する件に関しても条件を緩和し続けています。そして肝である自衛隊の強化についても予算を増やし、少しずつ改善が始まりました。まだまだ不十分な点はありますが、少なくとも前進していることは、これは評価すべきでしょう。ちなみに私が思うもっと改善してほしいという話のその根本的なところでは、例えば GDP 比 1% から 2% へと上げるという話をしましたが、そもそもの話として GDP が2倍になれば、たとえ比率として 1% であったとしても防衛予算が2倍になります。日本の低成長といった問題があるからこそ、防衛予算が増えなかったといった問題もあるわけで、どれだけ経済政策が大事かといったことも物語っています。そして様々な面で手を打ったという話をしましたが、例えば対スパイ法は制定されておらず、本格的な諜報機関もまだ未整備です。日本の守りは不十分でしょう。また尖閣諸島においては、自民党は尖閣諸島に人を置くべきだと話をしていた時期もあったのに、結局のところ未だにそれは実現していません。尖閣諸島には人が住めるように
して日本人が常にいるようにすべきでしょう。また自衛隊の在り方についても戦争の足音が聞こえているような状況ですから、自衛隊は自衛軍としてこれを憲法に明記し、軍人としての立場を処遇するべきでしょう。防衛予算が増える中において自衛隊の処遇が改善されているかといえば、まだまだ不十分だと言われています。軍があるのであれば、軍法を作り、これに規定する形で軍人さんにはきちんとお金を払うといった体制を取るべきでしょう。そうでなければ、安い給料で命をかけさせるといういわゆるブラック企業並みのことをやらせることとなってしまいます。そして日本は日本で独自に何をすればいいかなというのを見ながら動いているわけですが、戦争から目をそらしてはいけません。特にロシアによるウクライナ侵略に伴って長期戦において必要な技術や作戦などについては様々な知見が得られています。その最も分かりやすい例としては、ドローンの活用はもはや必須だということです。それは何も大きな作戦の時に使うという話ではなく、もはや日常の歩兵たちの動きにですらドローンが必要だということです。偵察、監視、攻撃、様々な面でドローンが使えるということですし、それを使わない場合においては、圧倒的な不利な状態で戦闘を強いられるということです。日本はロシア軍のような人海戦術は取れません。だからこそ技術や作戦面などにおいてよりお金をかけつつ準備を進めていかなければなりません。日本も陸海空でドローンの採用は進めていくわけですが、実戦で得られた情報を大量に持っているのはロシア、ウクライナです。日本はウクライナへの支援を行う中において、軍事面でもウクライナを支援し、その見返りとしての情報を得ることを行った方が良いと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは戦争が日常化したことにより、国際情勢としてウクライナの話ばかりをしていますが、本来であれば政治的な話題や時事ネタ、ほとんどを取り扱っていこうと思っていたチャンネルです。これからも情勢が変わればそうしたウクライナ以外の話もどんどんと取り上げていきます。ぜひともチャンネル登録して、これからも私の動画を見ていってください。そして動画を見終わった方は、評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントの書き込みよろしくお願いします。整理整頓に役立ったなと思われる方は、他の方にお勧めしたり、スーパーチャットでねぎらってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。